ようございます。ペイです。今回のキャンピングカー車中泊旅の舞台は静岡県の伊豆半島と山梨県の富士五湖。伊豆のうまい魚と初めて食べる山梨県の郷土料理、そして美しい湖畔と日本の名峰富士山、それに世界文化遺産も凪の未体験ゾーンまで、初めて体験する静岡県と山梨県の心地よい風。秋の晴天、2泊3日キャンピングカー車中泊旅。本日は河口湖の湖畔を巡ります。よろしくお願いします。今道の駅須走に着いたんですけども、今晩はねかなり遅くなっちゃったんでスーパーで買ってきました。お魚屋さんとかもね寄ってみたりしたんですけど、夜晩ご飯食べるのにね買えるものがあんまりなかったんで、今日はこんな感じでスーパーで買ってきました。その時にスーパーで一緒にお刺身も買ったんで、これと一緒にいただきます。これはね今から温めてもらいます、レンジでね。はい、じゃあお願いします。500ワットにただいまの時刻はもう11時59分、12時ですね。もう12時ですね。で、今日はね、朝から伊豆半島、下田に向かって走ってって、で、下田で目的の金目鯛をいただいて、で、そこからね、城ヶ崎へ行って、で、そこから温泉に行くっていうことをした時に、すごく混んでて、なかなかね、うまくそこからプランが進まなくなっちゃって、こんな時間にね、なっちゃったんですけど、本当はね、もう少し早くに、この道の駅にたどり着いてたはずなんですけど、もうね、12時になっちゃいましたね。今からね、遅い晩ご飯をいただいて、もう今夜はね、ちゃちゃっと休ませてもらおうと思ってます。で、明日なんですけれども、明日は、富士五湖を、予定はね、あんまり、決めてはないんですけど、お蕎麦を食べるとかも漠然にそんな風にしか決めてないんですけども、明日はね、初めての富士五湖をぐるっと回ってみたいなと思ってます。で、その中にはね、富士山が綺麗に見えるところもたくさんあると思うんで、もうすごく楽しみにしてます。はい。じゃあ今夜はね、もうちゃちゃっともう遅いんで。そう、わさびをね、買ってもらったんで、わさびをね、これ吸って、で、これなんあんまり食べわさびは、なんかほんとこっちはちょっとこうはちょっと省いてもらって、はい、そっちからするの？こっちからするそうとなんや。なんか、毛入ってる。毛入ってますけど、ちょっと手っ取り早くやらせてもらいます。で、多分これ回すねんな、わさびって。どうかな。どうですか？これ、こうでしたっけ？わさびってこうでしたっけ？多分なんか回すんじゃなかったかな。なんかこう、回すとなんか辛み、風味が出るって聞いたことがあるような、ないようななんで、ちょっと回してみます。わさびっぽい。なんかでもこういう感じやねんな。なんかこういう感じやんな。いい香りが。なんか今警察の車両が来たね。こんなことあるんですね。警察の車両がちょっと怪しいことしてないかって何やってるかでわさび吸ってました。欲しい人。どうぞ。はいせんの。はいは。欲しい人。はーい。はーい。かわいい。ねえ、いい上感手。じ。
何それじゃあ歯痛いの今晩の予行練習。横練習な。さんちゃんいろいろさせられんな。なんか前になんか寄ってきてんねん、多分顔が潰れてきて。かわいい。でも何でも受け入れんねんな。なんかかわいいわ。よいしょ。顔がもう潰れてる。もうちょっとこっちじゃない。そうか。そういうことね。恥ずかしいな、やっぱり。ちょっとでも下が霜膨れみたいになって。下細くないとあかんのか。かわいい。何やんかわいい。ね、こっちでよ。なんかちょっと目がこんなになってきてる。ね、こうしとこうか。可愛かったね。すずちゃんもよ、そんなさせられとったな。ようやられとったすず。すっちゃんはなんかね、あんまりお飾り好きじゃなかったから。なんか何でも受け入れに止まってん、じーっと。匂ってるよね。もうちょっとしたら道の駅やからちょっと一回見てなんか買えるもんあったら買おうや。おはようございます。2日目の朝です。で、今私たちは道の駅須走にいます。で、これからですね、富士山をしっかりと見に行きたいなと思っていて、まずは河口湖に行こうと思います。で、河口湖のところにある川口浅間神社かな、そこから歩いて30分ぐらい登ったところに富士を拝場だったかな、ちょっと書いておきますね。そっちの方に登っていくと富士山がすごく綺麗に見えるみたいなんで行ってみたいなと思ってます。まあ途中で挫折するかもしれないですけどね、車がねどこまで行けるかとか止められる場所があるかとかっていうのがちょっとわからないんで、まあただ河口湖のねあたりもすごくもうどこ行っても多分綺麗なんじゃないかなと思ってるんで、まず行ってみたいと思います。それでは行ってきます。感じかな。あんまりねピザとか買えへんけど、ちょっと今回はそうですね、なんか釜焼きみたいな感じで美味しそうだった。まあ今晩食べれたらいいしね、行きましょう。じゃあ、綺麗な富士山もう見えてるけどね、ちょっと頭の辺がね、そこの辺まで行ったらもう見えるんじゃ一回。そうやね。大型車駐車場、普通車駐車場、これ何の駐車場？トイレとかあるから道の駅っぽい。開いてないね。大型車のここは川口浅間神社前の駐車場ですね。浅間広場っていう駐車場、無料の駐車場になるんですけど、で今ねここに着いて、ここから天空の鳥居っていうのがね、ここから歩いて登っていくところにあるんですけど、歩かなくても車でも行けるみたいなんですけど、ちょっとキャンピングカーはね林道みたいで厳しそうなんで、ジムニーだったらいけると思うんですけど、まあちょっとね詳細がわからないんですけど、まあそんな感じだと思うんですよね。なのでキャンピングカーをここで置いて歩いていったら30分ぐらいで行けるみたいなんですね。でまあそれで来たんですけども、絵のねギャラリーをされてるカフェの店主の方に聞くと、五重塔が車で行けるところであるよって聞いたんで、そっちの方に行こうかなと思ってます。はい、でそのまあギャラリーですね私ちょっと絵を描いたりですまあ絵を描くとはとても言えないんですけど、絵を描いたりするのも好きなんで、好きなだけですよ好きなんで、ちょっとね店主の方とお話ししたら、ぜひ見ていってくださいっていうことだったんで見てきました。その様子がこんな感じ。ここがねそのカフェギャラリーなんですけど、そう有機のお野菜がねここにそう、ね、こんな風になってます。で絵をねたくさんの画家の方が描
かれているようで、そのギャラリーなんですね。富士山が中心になってるみたいです。母ちゃん、はい。これから川口浅間神社見に行きましょうか。世界この辺りの文化世界遺産の一つやねんな。はい。おそらくですよ。もう全然確証がない。富士山世界遺産の文化遺産の一つだと思います。はい。で今から見に行っていきたいと思います。でなんかそこにはね杉の木があるみたいなんで、そこをね見るといいっていうふうに地元の方におすすめしていただいたんで見に行ってみようと思います。はい、じゃあ行ってきます。この道をずっと登っていくと、何だっけ、母の滝？そうだね。なんか母の白滝じゃない？そんな母の白滝ってなんかおでんに出てますよね。ちょっと違うかな。あれ？白い滝、母の白い滝じゃなかったっけ？母の白滝。あれおかしいね。母の白滝合ってました。そこへ向かってね上がっていこうと思います。そこからねそこからじゃなくてその、途中でね富士山が見えると思うんで行ってみたいと思います。じゃあ行ってきます。母の白滝おでんの具みたいに向かって歩いてるんですけど、キャンピングカーでもね行けないことはないですね。多分もっとね林道だって聞いてたんですけど、そうでもなさそうですね。木の高さも今のところはね引っかかりそうにないんで全然行けそうでしたね。また無駄な労力を使っているようなまあでもやっぱ歩いたからなんか見れる部分もあるから、ですね。それはそれでいいかなと。ネギの運動にもなって。今20分ぐらい登ってきたんですけど、ここがね駐車場みたいですね。ここまあでもキャンピングカーでもうちぐらいのキャンピングカーやったら全然大丈夫ですね。大丈夫そうですね。
でここで展開してちょっとねすれ違うのはね厳しいなと思うところはあるんですけど、全体的にはまあまあいける。木の高さもねそんな低くないんで、全然大分の方が厳しかったな。いけそうな感じですね。道幅も大丈夫ですね。もうこれはここまで上がってきた方がいいかもしれないですね。まあ歩くのもね、でも自分たち歩くの好きなんでいいですけど、好きな方で好きな方で。さっきの駐車場からどれぐらい登ったかな、5分ぐらい、もうちょっと登ったかな。この林道の手前まではね舗装道路があるんですけど、やっぱりねここはキャンプカーはね厳しいと思うんで、この先にも駐車場あるみたいなんですけど、さっきのね5台ぐらいの駐車場がキャンピングカーはねギリギリかなと思いますね。まあ結構やっぱ歩くな。歩きます。もう汗だくです。まあ運動不足なんでいいですって言いながら、ちょっとずつ行ってます。今長いこと登ってきてやっと母の白滝に着きました。その白滝はこんな感じ。どうぞ。すごい。にゃんちゃん。にゃんちゃん。かわいい。母ちゃん、はい。富士山、はい。ここ絶景テラス、はい。ここからの見た富士山はこんな感じですね。ほとんど見えません。逆光なんですよね。これ逆光だとね見えないですよね。肉眼でもねうっすら見えてるだけなんですよね。残念。結構上がってきましたけどね。これでもめっちゃ綺麗やろな。すごい。でも、シルエットだけでもすごい綺麗なんだけど、すごい綺麗やなやっぱり。遮るものが何にもなくて。ねえ。これはでもこれ夕日になったらさ、赤くなるんやろな多分。ね、このまま自然朝日やったら後ろから上がってくるってことかな。これすごいね。すごいですよ。すごい。これ朝登ってきたらすごいやろな。また変なこと考えちゃいますね。朝早く起きて登ってきたらどうなのかなみたいな。まあすごいですね。なんかこの辺りのロケーションとかっていう整備がちゃんとされてて見やすいよな。初めて来てもね。そう本当にね初めて来てもなんかその通りに行けば綺麗に富士山が見えるっていうのはねいいですねやっぱりね。じゃあ下山したいと思います。下山とは言わんけど降りていきたいと思います。さっき川口浅間神社を出発して今はね
そこから走って5分も経ってないぐらいのところねにほうとううどん、多分この辺りはねほうとううどんが名物だと思うんですけど、それを食べてみたいなと思って今そのお店に来ました。なんか大きくてすごい、中もすごいな、イエーイとか言ってますからちょっと期待、はい、期待していきたいと思います。じゃあ行ってきます。この不動ほうとう2つと、いなり寿司1つと、漬物盛り合わせ、これですね。ほうとううどんが結構大きいな。鍋がねすごく大きくてお野菜が入ってるらしいので、漬物盛り合わせ、ありがとうございます。で今のところはお稲荷さんとお漬物が来ました。漬物が来ました。盛り合わせも、美味しそう。美味しそうやな、なんか。はい、失礼いたします。お待たせいたしました。鍋お熱いのでお気をつけください。失礼いたします。ご注文はお揃いですね。はい。すげえ。若い人勢いすごいな。うわ、風が来たね。うわ、すごい。お野菜美味しそう。じゃあもう早速いただきましょう。はい、いただきます。美味しそうね。ほうとううどん、じゃあいただきます。弾力すごいね。美味しいな。美味しそう。食べやすい。食べやすいな。これはごめん。来た。若干美味しいな思ったわ。だな、いやらしなってくる。かぼちゃな、うどんにかぼちゃってなんかイメージないな。初めて。こんななんかインゲンとか。そうやな。そうやな。米粉も入ってるしね。野菜だらけ。美味しいです。ねえ、本当に。かいちゃん、はい。ほうとううどん。うまかったね。相当美味しかったうです。まかった。うまかったわ。ほうとううどんってネットで見ると少し薄味っていう風に書いてる方がおられたんで、薄いのかなと思って食べてみたんですけど、全然薄くないよね。ちょうど美味しいし、なんやろ、お肉入ってないんかな、あれって。お肉入ってなかったです。なのになんかそんなにお肉が入ってたような気分になるのはなんでやろ。野菜が多かったのにね。お野菜のお出汁がすっごい美味しかった。美味しかったです。ちょっと半分鍋的な感じ。そうやな、煮込みうどんがやっぱ太くなったみたいなイメージかな、自分たちからすると。でもなかなか何百年続いてんの？300年とか100年100年もういい加減すぎ、まああかんかもう適当なことまたでもみたいになってでも本当に美味しくいただけました、これからね温泉に行きたいと思います。もう今日はもう早めで昨日みたいにもう遅くなってみたいなではなく、もういっぱいになってたもんね、お風呂がね。今日はもうお風呂から富士山が見えるところ、多分でもねすっごい混んでると思うんですけど、でも富士山をお風呂から楽しませていただいて、でその後は道の駅富士吉田かな、今日はそこに行かせていただこうと思ってます。そこでね車中泊をさせていただきたいなと思っていて、でそこにねあるビアレストランっていうのがあると思うんですね。でそれがね地ビール、富士山ビールかな、あれをねちょっと今日はどうしても飲みたいなと思ってて、もう来る前からそれは飲みたいなと思ってたんですけど、それをできればそのお店で飲みたいなと思ってるんですけどね、はい、今回は道の駅のそのレストランでおビールをいただきたいなと、思ってます。はい、じゃあ間に合うか間に合うかそうやな、間に合うかな。いやほんまやなレストランあかんわ間に合いません。ギリギリ間に合えへんかな、また駆け足ダメかもしれません。お風呂にはもうこの時間に入らないと日が沈んじゃうんで、そしたらまた絶景がそう
富士山見えないとかってなっちゃいますから、今から入りたいんで、結果はこうご期待。そうだね。じゃあ上の方が空いてたのかな。わあ、マジで。あ、そこ1台空いてた。こっちそっちに回れるか回れるかな。めっちゃ混んでますね。な。かみかみ。面白いぐらい混んでますよ。じゃあお風呂行ってきます。あーちゃん、お風呂はい。どうでした？ああ、賑やかだった。露天風呂ね入りたかったんですけど、もうとてもじゃないけど入れる感じじゃなかった。空きがないってで、結構寒いんですよ外に出ると。そしたらもう待ってられなくってもうまた中に戻ってって感じです。で露天風呂から富士山見えた？見えなかったです。見えなかった見えへんかったな。どこにあったんだろう。雲がかかってたっていうのもあるからやろな。なんか探したんですけど見えなかったですね。まあ見えるっていう風にホームページには書いてある。そう。なんか白くなって。そうやな、多分雲やろうかな。な。多分それがなかったらね見えてたんだと思うんですけど、見えなくって。ですごいやっぱり3連休ってすごいですね。なんか関東やっぱりもし平日とかに行けたらな、やっぱもっと回りやすくてと思うんですけどね。やっぱり渋滞も今反対もすごい渋滞してますけど、今日もねどこへ行くにもやっぱりね渋滞してましたね。久しぶりやなこういう渋滞でなんか思い出しましたね。なんかね、まあでもこれは分かっててきてるんで、これはこれで楽しみながらです本当にすごい混んでんねとか言いながらですね、来ました。で今からですね道の駅富士吉田に行こうと思います。でなんとかですねビアレストランを閉店までに間に合いそうなんで、ビアレストランにこれから行こうかなと思ってます。めっちゃ楽しみにしてたんで、ビールの飲み比べとかもできるみたいなんで、道の駅に、併設されてるっていう風に書いてたんですけど、多分そうだと思うんですけどね。でそのまま道の駅で車中泊をさせていただいて、でその後ですね明日の朝なんですけど早く起きて、で富士山の朝の姿を撮影したいなと思って、もうだからね結構早くに起きていこうと思ってます。だから今日はもうパッと食べて早く寝るっていう風に、眠たいしね。山登りですか？いや車でなんか湖畔まで入っていけるようなところを探そうと思って、はい、そんな予定をしてます。じゃあビアレストラン、なんとか間に合いそうなんで行ってきます。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は15分です。運転お疲れ様でした。後で移動してもいいしね。も